どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今年の冬は暖冬とか言われてますけど、いやね、さすがに寒くなってきましたよね。皆さん寒さ対策はどうしていますでしょうか？皆さんの寒さ対策も気になるところなんですが、僕のね、この部屋もここ数年で寒さ知らずのかなり快適な部屋になってきました。もう部屋の中がめちゃくちゃ快適なので、あまりね、表に出たくなくなっちゃったりもしちゃってるんですけども、今日はね、そんな冬の我が家で大活躍しているアイテムをいろいろ紹介してみたいと思います。暖房器具とかだけじゃなくて、小物から家電まで幅広く紹介していきますので、よかったら参考にしてみてください。では行ってみましょう。はい、まずはこちらですね。ずっと映ってましたが、こちらのサーモスの真空断熱マグカップです。その名の通り真空断熱構造のマグカップになっています。これね、かなり保温性が高いです。こういうね、蓋もついてるので、蓋をしておけばよりね、断熱効果を高めることができます。寒い冬の室内でこそ温かい飲み物が飲みたいですが、普通のマグカップだとやっぱりね、すぐに冷めちゃうんですよね。でもこれであれば温かい飲み物もずっとね、冷めにくく飲むことができます。で、実際ね、保温効果どんな感じかっていうのをね、見てみたいと思うんですけど、比較するのはまず金東の耐熱ガラス製のマグカップと、あと蓋を外したこの真空断熱マグカップと、蓋をした状態の真空断熱マグカップ。これらは室温20度の部屋でそれぞれ90度のお湯を注いで置いてみました。1時間後ね、だいたいこんな感じで差が出てきましたね。で、まず金東の耐熱ガラス製のマグカップですが、こちらはね 31.6 度まで冷めちゃいましたね。で、蓋を外した状態の真空断熱マグカップ、こちらは 39.3 度で抑えられました。で、蓋をした状態の真空断熱マグカップ、こちらは 63.5 度でした。蓋がない2つを比べても耐熱ガラス製マグカップよりもこの真空断熱マグカップがね8度ぐらい温かさをキープできていますね。で、蓋をしたら63度なので、もう口にするとね結構熱いくらいです。こんな感じで飲み物の温かさをかなりね長い時間キープできるので、少しでも長く温かい飲み物を飲みたい時にはねいいですよね。で、内側こんな感じになって、今これ白湯を入れていますけども、これステンレス製の魔法瓶と同じ構造なので、こう表面を触ってもね全く熱くないし、あとね、夏とかは冷たいものを入れて氷とか入れてもすぐにぬるくならないし、こうね結露もしません。下が濡れちゃったりもしないのでね、そういったね使いやすさもありますね。そんな非常に機能的なマグカップなんですけど、これねデザインもかっこいいですよね。マットブラックで、これ以外にもねカラー展開いろいろあるので、サーモスの真空断熱マグカップでね調べていただければいろいろね出てくると思うので、キャラクターのイラストが入ったものとかもあるみたいなので、気になる方はねチェックしてみてください。一応こちらのマットブラック、これはね概要欄にリンク貼っておきます。はい、まずは体の中から温めるサーモスの真空断熱マグカップでした。あとね、うちで冬に大活躍しているのはこれですね。今使っているこのブランケットです。これがねめちゃくちゃ暖かいんですよ。これがですね、マイトンのオールシーズンブランケットというもので、ずっと愛用してるんですけども、こっちのね表面、これはね結構サラサラで気持ちよくて、春から秋くらいはねこれをベッドで掛け布団として僕は使っていたりもするんですけども、でこの裏側ですね、裏側がですねこんな感じで裏肝になってるんですね。これがねめちゃくちゃ暖かいんですよね。肌触りもねとても滑らかで柔らかくて気持ちいいんですよね。綿 100% なので全然チクチクもしないし、かなりね心地いいです。こんな感じで暖かい時期は表面を使って、冬なのでね寒い時期はこちらの裏肝にくるまると、まさにねオールシーズンブランケットです。もうこれ1枚で1年中快適でいられます。で、サイズもねこれ170、190とね結構大きいサイズなので、しっかりね体を包み込んでくれます。冬はこうしてねソファーに座りながら使ってますけども、こたつもねよくこれにくるまって寝ているので、いつもねこたつとの取り合いです。ほんとこれね暖かくて気持ちいいです。マイトンのオールシーズンブランケット、これもね冬には欠かせないアイテムになってきてますね。続いて家電も紹介していきましょう。先に言ってしまうと、うちではここ数年エアコンの暖房はね一切入れていません。エアコンはね部屋が乾燥するし、僕ね喉がそんなに強くはないので、エアコン使うとね結構すぐに風邪ひいちゃったりしていたんですよね。でも脱エアコン生活をしてから部屋の乾燥による風邪をひかなくなりました。でも今ぐらいの時期に暖房器具を全く使わないっていうのもね厳しいので、僕はね何を使っているかというと、まずはこれですね。象印のスチーム式加湿器ですね。これもね
ね何度も紹介していますが、湯沸かしポットのようにお湯を沸かしてスチームを送り出して部屋を加湿してくれるというものなんですけども、すぐに部屋が潤うだけじゃなくて部屋がねちゃんと暖かくなります。ただねこれ実際に部屋の温度が上がってるかというと1度くらいしか上がっていないんですよね。なので湿気によって体感温度が上がってるっていう感じなんだと思います。部屋でね鍋とかをすると体あったかくなってくるじゃないですか。あんな感じですね。なのでエアコンの乾燥させる温め方とは違ったアプローチになるんですけども、このスチーム式加湿器の暖かさの方がね個人的にはね圧倒的に心地いいです。この寒い冬の屋外から帰ってきて部屋に入ると体をね適度な湿度が包んでくれて生き返る感じがします。デメリットとしてはね電気代ですかね。月1000円からね3000円ぐらいやっぱりかかってきちゃいます。でも冬の時期だけなのでエアコンとかスチーム式以外の加湿器で体を壊してしまったり気管をね壊してしまったり、そんなことになっちゃうと余計にねお金もかかってしまうと思いますので、こちらのねスチーム式加湿器にお金をかけるというのはね意味ある出費なんじゃないかなと僕は思います。このね電気代のところは皆さんねいろんな考えあると思うので、無理にとは言わないんですけど、僕はね圧倒的にこれはね使ってよかったなと思ってますね。こちらは1年前に単体のレビューも出していますが、本当ね今でもおすすめできます。加湿器は各社から出ていますが、スペックとかね実際のレビューなんかを見てみてもやっぱりねこの象印のスチーム加湿器これね最強なんじゃないかなと思ってます。加湿スピードもね多分ね圧倒的速いんですよね。なのですぐに部屋を潤して温めたい方、これねおすすめです。気になる方はねぜひそちらのレビューの動画もご覧いただけたらと思います。この辺にリンク出しておきます。あとね概要欄にもリンクを貼っておきます。このね象印のスチーム加湿器めちゃくちゃおすすめなんですけど、普段はねこのスチーム加湿器だけつけていますが、最近ねこれだけじゃ追いつかないぐらいにめちゃくちゃ寒い日とかもやっぱあるので、そんな時はねさすがに僕もねヒーターを使っています。それもねエアコンではなくこちらのヒーターです。デロンギのマルチダイナミックヒーターです。僕が使ってるのは Wi-Fi モデルの MDHAA12Wi-Fi BK ってやつなんですけども、こちら実は以前案件でいただいたものなんですけど、で案件の動画も出してるんですけども、これねすごい良くて、もう本当に冬の欠かせないアイテムになりました。ゼロ風暖房と言われるもので、エアコンみたく温風を送るのではなくて輻射熱を使って部屋を温めてくれるので乾燥しないのがね嬉しいんですよね。カーボンヒーターとかとも違うので発火させたり燃焼させたりするタイプでもないので、空気を汚すことなく自然に快適な室温にしてくれます。とてもね柔らかい暖かさになります。かといって部屋を温めるのに時間がかかるということもなくて、割と短時間で部屋がね暖かくなります。こちらの紹介動画も概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらねチェックしてみてください。はい、こんな感じで基本はこのねマイトンのブランケットで、寒くて乾燥が気になるときは象印のスチーム式加湿器、それでも耐えられないくらいの寒さになったらデロンギのマルチダイナミックヒーターを使うといった感じで運用しています。最後に寝るときに使っている冬アイテム2つ紹介します。まずはね掛け布団なんですけど、こちらです。モリリンのコスモダウンです。これも案件でいただいたものなんですけど、本当にいいものなのでね改めて紹介させてください。一応さっきのデロンギもなんですけど、この動画自体ねこれは PR ではないですからね、ここで僕が改めて紹介しても僕に特に何も入らないので、あくまで僕が今まで使っているおすすめの冬アイテムということで紹介させていただいています。はい、そんなねコスモダウンなんですけど、これね1枚でめちゃくちゃ暖かいです。厚さ3センチでこれねダブルサイズなんですが、これでもね重さ約 3.5 キロとね結構軽いです。でこのコスモダウンっていう名前の由来でもあるんですけど、これ宇宙服に使われるエアロゲルという断熱素材を使っていて、このエアロゲルを特殊加工して 2mm のエアロゲルシートというのにして使ってるので、こんなにね薄くて軽量なのにこれ1枚で寒い部屋でもねぬくぬくしながら寝られるという、そういったね掛け布団になってます。で再生羽毛のリファインダウンというのも採用しているので、結構ねこう肌触りふかふかだし、表面の肌触りも良くて、これがねまた安眠に導いてくれるんですよね。これ本当暖かくて、多分ねこれ冬の屋外とかでも車って寝ていたらね暖かいまま夜をね越えられるんじゃないかなって思います。それぐらい暖かいです。本当ね冬のベッドには欠かせないアイテムですね。であとこれだけでもねすぐに温まるんですが、布団に入った時からぬっくぬくになりたい時はこちらも使っています。こちらがアイリスオーヤマの布団乾燥機カラリエですね。で FKD2B というタイプです。
これ使ったら冬の暖かさのスタートダッシュが違います。デザインも布団乾燥機とは思えないくらいスタイリッシュなデザインなんですが、ここにノズルが内蔵されていて、これを伸ばして布団に挟んで温風を送ることで約20分ぐらいで布団がホカホカになります。あと僕、こたつと一緒に寝ているので、こたつはね、そんな犬臭が強くない方だと思うんですけど、それでもね、人と犬がずっと同じ布団でこもって寝ていたら、汗とか皮脂の匂いもついてくるんですよね。これも布団乾燥機を使えば脱臭してくれるし、カビとかダニの対策にもなります。なので布団を温める以外にも大活躍してくれるので、このね、布団乾燥機あるといいですね。はい、こんなアイテムを使って僕はね、冬を乗り越えています。はい、今日は冬に活躍するアイテムを紹介してみました。このチャンネルではこうした生活に役立つアイテムの紹介いろいろやっていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。